どうもこんにちは、川口の健です。今日はこの靴ナンバー8月のワグマ側で作っているブラックベアダービー、これのすくい縫いをやっていきたいと思います。こちらの赤い方もすくい縫いやるんですが、こちらのすくい縫いもやるんですが、これは普段やってるハンドソンウェルト製法なので、ベルトを縫った後どんな感じになったかお伝えします。今回作業動画のメインとなるのはこちら。これノルベジェーゼ製法でやろうと思ってます。ノルベジェーゼ製法というのはベルトをつけずにすくい縫いがこのアッパーの外側、アッパーのサイドのところに縫い目を出していくやり方で、ちょっと装飾的な見た目になります。ノルベジェーゼ製法というと結構そういったね、装飾的でこうソールにボリュームが出るような感じのものが多いんですが、この靴ではそういった装飾はあまりせずに、僕はちょっとスマートノルベジェーゼって勝手に呼んでるんですけど、すっきりめに見えるシンプルなノルベジェーゼ製法をやっていきたいと思います。すくい縫いにはこの麻糸を使っていきます。これはスコットランドのリネン糸で、スコットランドのリネン糸って言ってもいろいろ種類が、太さもメーカーもいろいろあるんですけど、ちょっとこれは太めで、色が生成りというか少しベージュっていうかグレーがかっているようなもので、糸の毛羽立ちもちょっとあります。そんなにこう糸が綺麗じゃないというか不均一な感じもあります。でこの逆に不均一な感じがこの糸を見せるノルベジェーゼには僕的には合ってるかなと思って、ノルベジェーゼ製法、ノルベジャンウェイト製法の時はこれ使うことがあります。でこれ1本だけだとかなり細いので、これを何本もこう重ねてより合わせて太くして使います。かなり量を使います。大体この靴一周縫うのに6メートルぐらい使うんですね。靴の大きさとか縫い方によっても多少違うんですけど、でそれを7本よるということは片足この糸42メートル使います。かなり長く使います。ちょっと間違えました。8本でしたね。なので48メートル使います。8本取りました。かなり太いです。で今回はこれを黒く染めて使います。黒く染まりました。これに松ヤニをこすりつけます。こんな感じになりました。ケバケバしてた糸8本がまとまって1本の糸になりました。松ヤニとロウを塗ったので少し光沢感も出てます。もともとこれでしたからね。色になって松ヤニ塗るとこれぐらい違う糸になります。このままだと、こう毛羽立ってるっていうのもそうなんですけど、糸同士がまとまってないので結構切れやすいです。グッと引っ張るとさすがにちょっと8本だとね手では切れないんですけど、靴として履くと結構負担がかかって切りやすいです。でこうして糸に松ヤニを塗り込むことで糸の強度を上げるっていうところと、水が染み込まなくなる、腐りにくくなる、いろんなメリットがありますね。今回はこのすくい糸はそういう機能性以外にもデザインとしても役割があるというので、通常よりも太めの糸を作りました。靴のサイドに縫い目の印をある程度つけてあります。ここに沿って針を出して中底とアッパーライニング、あとは先芯と突き型芯貫通させて縫っていきます。ノルベジェーゼは飾りの糸を絡めてチェーンステッチにしていくことが結構あります。先日作ったこちらのブーツはノルウェージャンウェルト製法ですけど、チェーンステッチにしてあります。結構装飾的で面白い見た目になるんですけど、かなり存在感があって派手なので、今回はチェーンステッチは絡めずにすくい縫いと単独で縫っていきます。かなり糸が太いので、しっかり穴を開けてもこの糸を通すのがね、両側から通すっていうのがかなりしんどいですね。松ヤニを塗ってると、これが松ヤニの良さというか役割でもあるんですけど、
すごい滑り止めになるんですよね、松ヤニって。でそうやって滑り止めになることで穴の中で糸同士がよく摩擦で締まって、この縫い目が強固になるんですけど、逆に言えばこう締まってしまえばいいんですけど、締まらせる前っていうのはかなりこう糸を引くのに摩擦が強くて締めにくいです。であまり強すぎると糸がこう通っていかなくて切れちゃうので、この糸に松ヤニ塗った後にローを塗ったり、この針先のあたりの糸にはもっと滑りのいいように石鹸とか塗ったりして滑りを良くするんですけど、それでもこれだけの糸の太さがあるとかなりきついです。ちなみに普段すくい縫いはこの中底側から針入れてこっちで縫ってますね。なんですけど今回はノルベジェ製法アッパーの外側に出てくるこの糸のピッチを守りたいので、外側から中底に向けて針を入れてます。このノルベジェ製法は以前このサンプル靴でやりましたイノシシの皮を使って作った U チップのダービーです。この時もそうだったんですけど、表情のある皮を使ってノルベジェ製法で作りました。表情のある皮はもちろんねドレッシーな製法で仕上げて、底付けのドレッシーな雰囲気とアッパーのちょっとカジュアルな雰囲気のギャップを楽しむっていうのもなかなか面白いんですけど、底付けもちょっとカジュアルなノルベジェ製法とかはやっぱり間違いなく雰囲気がマッチしますね。ラスト1針は外側からだけ針を入れて、アッパーを外側にめくります。はい、できました。ノルベジェーゼといってもかなり控えめで、ぱっと見普通にベルト縫い付けたのとそんなに印象の違いはないかなと思います。よく見るとここに縫い目がずっと見えてるのが分かります。この後今折り返したアッパーをウェルト代わりにしてミッドソールを縫い付けて、その後そのミッドソールとアウトソールを縫い付けてという感じで、手縫いを3回するかなり手間のかかる製法ですけど、僕は結構この雰囲気が好きですね。じゃあナンバー7、普通にこちらノーマルウェルトですくい縫いをしました。ハンドソンウェルテッド製法ですね。ウェルトはアッパーと同じような赤系に染めてから縫い付けました。ウェルトがついたことで流線形がより強調されたような気がします。パーデザインかなりシンプルなので、光の筋が強調されて早く磨きたくなりますね。というわけで雰囲気も製法も違う2足ですけど、
ガンガンやっていきたいと思います。最近2度目の梅雨明けもしたみたいで暑くて僕もちょっと体調があまり良くないんですが皆さんもお気をつけて僕も気をつけながらやっていきたいと思います。それではまた。